ベースカラーと質感の塗り分け、色の役割と素材感を意識したベース塗りについて説明していきます。よろしくお願いします。ちょっと大げさにはタイトルついてるんですけども、要するに色塗りを言ったりするんですが、やはり昨今でこういうショートとか、X とかもそうなんですけど、いろいろ見るときは、ほとんどスマホなので、最終的な仕上がりなどはもちろん、スマホなどで確認した方がいいんですけど、作業は PC でやるので、このままとりあえず行きますけど、自分の場合なんですけど、色塗りも同じように、ある程度、後で修正が効くようにしたいので、アニメフォルダーと別の部分で一回ちょっと塗っちゃいます。で、今回の場合、右の子の方が上に来てるので、まず右の子から塗っていくんですけども、ちょっとなんとなく塗っていきます。とりあえず。あんまり原色など使いすぎてもダメだし、暗すぎても目引かないので、程よいいいところを色として使ってあげるといいかなと思います。今、軽く塗っていきます。同系色を使うパターンでちょっと考えてみたいんですけど、このように。そうですね。説明が難しいんですが、例えば、このサークルがあると思うんですけど、三角にしてる人もいらっしゃると思うんですが、自分とちょっと四角で使ってるんで、左下のやつですね。今紙塗ると、このサークルが同系統の色とかを使ったりとかをすると、このように、ちょっとなんて言ったらいいんですかね、素朴な感じがしてしまうというか、印象薄くなってしまうと思っているんですよ、自分が。だからモブキャラとかに使ったりとかするのはいいんですけど、こういうメインで使うキャラとかは、なるべくちょっとこのサークルとかを、これちょっと今自分感覚でやったんですけど、服と髪同系色である場合とかは、こうやって、例えばちょっと服は青方面の寄り方してて、髪はちょっと赤寄りって言ったらいいんですかね。貼り付けますね。これが、今自分が使ってる紙のサークルで、区のサークルは今、こんな感じなんですけど、少しずらしてますよね。ちょっとだけ。わかります？ちょっと分かりづらいかな。すいません。ちょっとだけずらしたりとかしてます。ここのケースと一緒の色のこことここを使うと、ちょっとやっぱ、ぼやっとした印象になってしまうので、ちょっとだけずらしてあげたりとかしてあげるといいかなと思います。逆に目立たせたくない場合は、同じ同系色で使うとちょっとボケて見えるので、いいかなと思います。で、後ろのこの色もちょっと今決めちゃいますね、ちょっと。どれくらいがいいか。
メリハリをつけるにしても、逆方向の色とかをいきなりボーンって使ってしまうと、ちょっとそれはそれで違和感感じてしまったりとかもするので、ここもちょっと注意してください。慣れてきたら多分、そんなに悩むところではないんですけど。ここもちょっと原色より少しだけ薄い色を使います。バキバキに原色の色を使ってしまうと、画面見てて疲れてしまうので、少しだけ彩度を落としたりするといいかなと思います。同じような、もう自分の作品で連続して同じキャラ作る場合とかは、もう完全に色統一した方がいいんで、その時は自分で作った色で、スポイトでやっていけばいいと思うんです。で、ちょっとだけ、こんな感じにして、これを1セットでちょっと作ってから、ちょっとしんどいですけど、これをガーってなんか地道に塗っていくのがちょっと大変なんですけど、やっていくしかないんで、やります。これと、これですね。色に関してあまりレイヤーを分ける必要ないんですけど、一応ちょっと年代ミも分けましたね。まあ、どうせ次2、3ってやっていくんで。自分のやり方なんですけど、最初はもう一人のキャラに自分は集中しますね。ちょっと線画のこのフォルダだけ残しておいて、一旦これを退避してから、さっきと一緒ですね。こうやって、で、これをちょっと統合していくと。で、2はここから同じように塗っていきます。で、この時に、使い回せそうだなと思ったら、さっき置いといた色を使い回しちゃいます、これを。こういう場合は、色の塗り方、ちょっと例えばこの毛先とかが変わるだけでも違和感を感じてしまうので、ちょっとこれ、白い部分塗ってないですね、多分。そうですね。白くしときます。ここもですけど、ちょっとこれ、まずいこうか。で、2、で、次、3なんで、3は、これはないですね。で、ちょっと4も使いませんのかな。使いませんそうです。4はちょっと2と同じ色、この色が目の色なんで、5もそのまま使いますね。
ああ、6が使えなさそうですね、これ。まあ、そんな残念そうにしてはしょうがないんですけど、やるしかないんで。ちゃんと前のやつと違和感ないように、ちょっとだけ薄くして、こっちからちょっと移動したんで、ここの切れ目の部分だけ真似します。あとは大丈夫か、大丈夫そうです。うん。こういうところ合わせないと、例えばここなくなると急に、ってなったりするので、これだけ気をつけていきましょう。ちょっと目貫通してたっけ？忘れちゃった。これくらい簡単なアニメだからいいんですけど、やっぱ複雑なアニメを作ろうとすればするほど、こういうところとかの整合性の取り方とか、書かなきゃいけない密度も上がってくるので、そこら辺はもう自分の時間と実力、要相談という形になりますね。特にやっぱ時間がしんどいですね。特にもう週1でじゃあこういう作品を上げようってなってくると、もうなんかやっぱ、どうしても人間ってずっとは作業し続けられないので、どっかでちょっとやっぱ無理だなみたいになっちゃう時が来てしまいますね。慣れてきたらもっと早く行けるかもしれないですけど、ちょっと僕はこの速度、結構まだ速い方だと思ってるんですけど、人によってはもっと早く行けるのかな、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとこれ薄くなっちゃって。なるべくこういう大紅の形とかも一緒ぐらいにする意識であるといいですね。一応念のため、フォルダ分けしときます。で、次7。わあ、全然違う。じゃあ、これも塗りましょう。しょうがないですね。でもこれあと2個作れば多分もう